もしも今日、電気もガスも水道も止まったら。はい、こんにちは。今日はですね、突然ですね、電気もガスも水道も止まったら、どうしようかな、どうなっちゃうのかなというところをですね、シミュレーションしていきたいなと思います。こういったことはですね、突然起きるものなので、僕もですね、何も準備をしていません。今日はですね、いきなり撮って、どのくらいのね、準備があるのかというのをね、見ていきたいなと思います。僕がこの小屋でどう生き抜いていくのか、そういったところをね、見ていただければなと思います。始まる前にですね、まずは、自己紹介をしていけたらなと思います。僕はですね、2013年からこの小屋で暮らしています。その時はですね、もちろん、電気もガスも水道も通っていなくて、その状態で6年ぐらいはね、暮らしたのかなと思っています。なので、ある程度のですね、説得力を持って、話せるのかなと思います。まずはですね、電気について、話していきたいなと思います。電気といえばですね、うちは、これですね。はい。このですね、ソーラーパネルが印象的なんじゃないかなと思うんですよね。なので、電気についてからやっていきましょう。これはですね、50ワットですね。昔はこの50ワット1枚で、何年間かね、過ごしましたよね。はい。で、もうちょっと寒くてね、掃除しようと思ったんですが、もう今日は寒いので、中に入りたいと思います。よいしょ。先ほども言った通りですね、全く仕込みがないというか、準備してないので、昨日の今日なんでね、ほんとこのままだったんですが、もうずっと使っていないので、この通り何もついていないです。で、それはですね、このバッテリーにつないでないからなんですね。で、もうずっと使ってなくて放置したバッテリーですね。使えるかどうか、ちょっと試してみましょう。突然ね、今日、電気が使えなくなったらということですからね。この上を外して、ちょっと待ってくださいね。ちなみにここにあるのは、ルーターですね。ソーラーパネルがあった時はこんなのなかったんですけどね。ちゃんと間違えちゃダメですよ。プラス、右がプラスです。つなぐ順番覚えてますか？まずつけるのはプラス側ですね。もうバッテリーが死んでいれば使えませんが、どうでしょう。もう数年ぶりにつなげますが、使えるかどうか。どうなんでしょうね。よいしょ。あ、見てください。あ、ちょっとついた。まだバッテリー生きてますね。つきましたね。ってことはですね、つきましたね。使えますね。すごいですね、ソーラーパネルね。ソーラーパネルの力で今電気が灯っています。これは 12V の専用のね、電球ですね。びっくりしました。僕も今びっくりしています。何年ぶりかにつけましたが、ちゃんとソーラーパネルで、つきましたね。昔はこんな光の中、ずっとね、今まで、何年ですかね、6年ぐらいは暮らしてましたね。こんな光もね、すぐに数時間で消えちゃうんですけどね。もう今にも消えそうです。と思ったら頑張りました。まだやれるようですね。はい、これがですね、200ワットのソーラーパネルですね。一番大きなソーラーパネルです。で、これはですね、今から中で見せますが、ポータブル電源のね、充電用ですね。そのポータブル電源を見に行きましょう。はい、冬はね、このように段ボールを買わせていますが、はい。中から出てきたのが、ポータブル電源ですね。よいしょ。これはですね、企業案件をしてね、今でも非常に助けてもらっている電源があります。これは洗濯機で使っていますね。本当にこれには助けられていますね。なので、非常時はですね、このポータブル電源があれば、確かにかなり助かると思います。で、ここから伸びてきたこの線が先ほどのソーラーパネルと繋がっているので、ここに挿してあげればですね、一瞬つきましたけどね、夏はこれで充電することができます。なので、非常にね、災害時はね、ほんと強いですよね。ただ冬は今見てもらった通り発電は全然少ないので充電できませんでしたね。よいしょ。はい、ちょっとね、汚いんですけども、なんとかね、出したいと思いますが、どうしようかな。諦めてもいいですかね。ちょっと覗いてもらっていいですか。ガソリンを使った発電機です。昔使っていた、ガソリン式の発電機なんですが、これもですね、万が一を考えて手放さずにですね、一応ここに置いてあります。ガソリンを入れればすぐに使えます。で、これのいいところはですね、
バッテリーに充電ができる、そんな端子があるんですね。なので、これは本当の最終手段なんですけども、こういったものもね、うちにはあります。ガソリンがあれば使えるんでね、心強いっちゃ心強いですよね。車から抜けますからね、ガソリンはね。生きていくために一番大切なものは何でしょうか？やはりですね、水ですね。これは200リッターの薄いタンクですね。このフィルターを取り替えるというところがね、まあ仕事といっては仕事ですね。で、今ちょっと固まっていて使えませんが、ちょっと見てみましょうか。ダメですね。今凍ってて使えませんが、これが200リッターのタンク、一つ目ですね。で、次がですね。はい、ここがですね、お風呂用の薄いタンク。これは500リッターあります。で、これも凍っていて今は使えないですね。お風呂に入るときは川から水を汲んできて、入れています。はい。そんな感じですね。で、最後、小屋のところ行きましょう。はい、これがですね、小屋に併設した3つ目の水タンクです。これも500リッターあります。今雪が溜まっていますが、雨が降ったり、この溶けた雪がですね、雨どいを伝ってずっと来てますね。で、ここに入っています。で、ここもですね、氷点下だと使えないんですが、先ほど3つともそうなんですけども、本当に困ったらですね、上の蓋を開けて氷を割ればですね、中から水は出すことができるので、これもね、あれば助かりますよね。最悪はこう沸騰させてね、飲むこともできるんじゃないかなと思います。水についてね、ちょっと複雑なんですが話していきたいと思います。ここにある、ペットボトルのこのお水がですね、こっちにもありますね。これは飲んじゃってるんですが、全部飲み水ですね。これは毎週だいたいね、週2回ぐらいですね、湧き水を汲みに行っています。非常にね、助かっていますね。もうずっと、12年間、汲んで飲んで生活してきました。で、今、もう本当にね、昨日思いついて外に行かず今日なんで、全く、足したりね、何か手を加えたということはなく、本当にこの状態なんですけども、今これだけ残っているので、またなくなっていったら、汲みに行くといったものです。料理に使ったり飲んだりする水ですね。そして今度はこっちです。こことここと、こことここ。これはですね、生活用水ですね。お皿を洗ったり、もうほとんどね、お皿を洗うことに使っていますね。飲まない水です。ただ、僕はですね、川の水でちょっとお皿を洗うということがちょっとダメになってしまって、こういう飲める水、湧き水ですね。湧き水をこれ汲んできて入ってるんですが、いつもはですね、薄いタンクの水です。薄いタンクの水を、こういったタンクに入れてきてですね、キッチンで使っています。で今、ちょうどね、凍結してしまって使えないので、ちょっとイレギュラーですけども、湧き水で、この生活用水の方もね、汲ませていただいてますね。もう人がいない時にね、こっそりなんかこう、邪魔にならないようにですね、うちはいっぱいあるので、ちょこちょこ汲んでね、やっていますね。そして今、奥の方がね、パントリーと言っていいかわかんないんですが、奥から引っ張り出してきたこの2つ。これがですね、スーパーで売ってるお水、新品のここが2つ。これは備蓄としてですね、そうですね。1年、どんなに悪くてもですね、1年に1回は変えています。で、これ意外とね、最近また買い替えたんですよ。で、そしたら、その時にね、この中、何本入り ?6 本入りだったかな。この12本ですね。その時は、水を汲みに行かずに、これを飲むといった感じで。今もちょうどね、新品が2個ありましたね。はい。で今、備蓄としてはこんな形ですよね。ちょっとね、せっかくなんでね、キッチンで使う様子をちょっと見てもらおうかなと思います。ちょっと今使いかけなんですが、ここに置きます。そしたらですね、よいしょと。で、これをここに入れるんですが、入れるですね、ここら辺でクッと回してあげて、グッと刺します。刺してから回すとこれが曲がっちゃってね、水漏れの原因なんですよね。ちょっとこれは僕にしか関係ないポイントなんですけども。で、繋がったら、もうね、ここだけ見ればね、普通のお家じゃないですか。どうでしょう。はい、もったいない。こんな感じで、もう普通のお家みたいな感じで使います。はい。これはなかなか我ながらね、上手につけたなと思っています。塩ビパイプをそのまま使っていたんですが、これをね、ホースにしたんですよね。これにしたことで、非常に、使いやすくなりましたね。水漏れも減って。
電気、水道ときたらですね、最後はガスですね。うちは、ガスも来ていないので、何を使っているかというとですね、灯油のクッキングコンロですね。あとはカセットコンロを使っています。灯油クッキングコンロの方はですね、灯油の備蓄ですよね。で、カセットコンロは、どのくらいカセットボンベがあるかというところなんですが、これですね。はい。ちょうどですね、今ちょうどあったのはこの6本でした。うちにはですね、この6本のガス管と、あと灯油ですね。灯油がどのくらいあるのか、ではね、見に行きましょう。うちには2つありますね。2つありますが、もう今残ってるのは、このくらいしかないので、ちょっと灯油の備蓄が足りないですね。これはまた、買ってこなくてはいけません。ちょっと良くないですね。今現状はこんなもんですね。もう今すぐでも買わないといけない状態でした。はい。うちはですね、薪風呂なので、ここはね、もう電気も水道もガスも関係ないですね。薪と水さえあれば、熱々のね、お風呂を炊くことができます。この熱々のお風呂というのはね、非常に災害時は心強いんじゃないでしょうか。で、この薪はですね、基本的には、家の小屋の中の薪ストーブとは違って、廃材ですね。廃材をメインにここでね、使ってますね。あとは、薪ストーブでは使いづらい油の多い赤松とかね、そういったものを中心にお風呂では使っています。薪ストーブ用の薪です。この薪棚からですね、この猫に入るだけ、こういっぱいにしてね、小屋に持っていきます。小屋の中で使ってる、薪ストーブ用なんですが、これだけあってもですね、2日もあればなくなってしまいますね。なので、一番、大切なのはですね、小屋の薪ストーブのこの薪集めですよね。これが本当に命に関わる大切な仕事となっていますね。はい。これも一応、12年間ずっとね、なんとかやってきましたね。残りの薪がどのくらいあるかね、ちょっと見てみますか。今2月の、中旬、もうだいぶね、使っちゃいましたね。もう残りはあと丸2つぐらいです。なんとかこれでね、今年、今シーズン、なんとか乗り切りたいと思います。このまま行ってくればね、なんか昨日とか結構暖かかったんで、なんとかなるのかなという、ちょっと見通しが立ってますね。ちょっと寒くてね、口が回らないですね。はい。電気、ガス、水道と来ましたが、あとはですね、この家から出ていけない、買い物にですね、出ていけなくなった場合を考えていきましょう。その場合は、家にある備蓄がどのくらいあるのかというところですよね。あとは、もし畑をやっていればね、強いですけどね、そういったところを、見ていければなと思います。それでは、どうぞ。はい、うちのですね、備蓄を見ていきましょう。ちょっとね、ご飯に関しては自信がないんですが、まずここにパスタがありますね。で、何があったか、自分でもあんま把握してないんですが、海苔ですね。これはそうめんです。そうめんがあったり、あといただいたね、ラーメンがあったり、お砂糖。あとはカレーとかね、これ小豆か。小豆があったり。カレーですね。僕、カレーが好きみたいですね。あと、パスタのやつとかね。ここら辺パスタですよね。あとは、お茶漬け。はい。そんな感じ。お砂糖ね。こんな感じの、備蓄がありましたと。うん。あとは、冷蔵庫、なおな冷蔵庫ですね。ただ、電気が止まっちゃったらね、冷蔵庫のものも使えなくなってしまうので、そういった意味でね、このね、配置の中にあるものが、うちの備蓄となります。もうちょっとね、何か、あとお米ですよね。あとお米があります。なんでお米があれば、なかなか暮らせていけるんじゃないでしょうか。しばらくね。本当、どんくらいですかね。本当に頑張ったら1ヶ月ぐらいいけるんですかね。無理ですかね。半月ぐらいなのかな。に思っちゃう。ちなみにこの猫たちのご飯っていうのは圧倒的にね、人間よりもあるので、猫たちはまだまだ安泰かなと思います。はい。よし。行きましょう。
はい、現在のですね、我が家の畑ですね。見てもらったら分かる通り、今年の冬はですね、何も育てていませんね。畑からのですね、収穫は、期待できません。やっぱり冬もですね、何か育てられるものがあったらいいんでしょうかね。これは一つ課題ですね。秋に集めた、くるみがあることを思い出しました。冬のために備蓄として、このくるみを集めていましたね。はい、いかがだったでしょうか。僕の暮らしはですね、結構キャンプと比べられることがあるんですけども、キャンプ場でアルバイトもしていたんですが、不便を楽しむものかなと思っています。ただですね、僕の小屋暮らしというのは何があっても大丈夫だというですね、備えが大切なのかなと思っています。うちはね、こんな感じでしたけど、皆さんのご自宅はどうだったでしょうか。この機会にですね、一度備蓄の方を見直すきっかけになればなと思います。なかなかないと思いますけどね。心が少し楽になるのかなと思うので、3日間ぐらいね、食べられるぐらいでもあれば、結構こういうふうにね、ゆとりができるのかなと思います。では、今日はですね、ちょっともう冬で取るものがなくて、急遽考えた企画だったんですが、どうだったですかね。またですね、来週も何かしら考えて動画を作っていきたいと思うので、よろしくお願いします。見てください。ついてますよね。今バッテリーつないでません。外したのにまだついているということは、この光はソーラーパネルの力ですね。もう純粋な。もうすぐに消えていくと思いますが、なんか悲しいですね。大変だと。赤いランプがついています。ね。すごいですね、ソーラーパネルってね。もう放置していたんですが、なんかまだ頑張ってくれていて、何かちょっと胸にくるものがありますね。はい。